はいどうも、ともそやです。前回動画はアルゼンチン北部のサルタの街を街並み、グルメ、大自然など中心部からバスで移動できる範囲で細かく紹介。今回はイグアスの滝へ行くための拠点となる街プエルトイグアスでイグアスの滝以外を見せます。動画終盤はヒッチハイクでブラジルにある超秘境の穴場滝を紹介。基本ヒッチハイクで移動しながら途中の小さな街でワンちゃんと遊ぶ誰もが羨ましがる旅。お手を繰り返す犬の映像で癒されたということで本編スタート。アルゼンチンのイグアスの街にいるんですけど、イグアスの滝に行きません。どうもともさやチャンネルです。アルゼンチン最終動画ってことでね、アルゼンチン最終動画です。アルゼンチンの動画多分5つぐらいかな、5つぐらい出てると思うんですけど、動画以外でも結構なねハードな旅をしています。ということでね、ヒッチハイクとかね、テントを使ってホテルとかに泊まらずに外で寝たりとか、バスターミナルで寝たりとか、休憩がてらにイグアスっていう街に行ってます。超有名な世界三大大滝イグアスの滝には行きません。ということでイグアスの滝をね楽しみにこの動画見てくれている人は今からね15秒間イグアスの滝の映像を流すんで、これを見てください。イグアスの滝ね、これねブラジル側から見たんですよ。半年ぐらい前にブラジルの動画作ってるんで、そっち見てもらえたらと思います。でブラジル側とアルゼンチン側ね見え方違うんで両方行った方がいいんですけど、僕はねこの前行ってもっとね先の未来に行った方がね感動するんじゃないかと思って、今回ねちょっと行くのやめとこうかなって考えてます。イグアスの滝に行かずにイグアスの街をどうやって楽しむかっていう感じの動画。そして本日は初日なんですけど、買い出しして料理作って動画編集して1日終わったって感じですね。明日から行動開始。ちなみに晩ご飯はね肉なしのチャーハンを作りました。で現在ね夜の11時半、もうね明日朝早いんで今日はねこれぐらいにして寝たいと思います。おやすみなサイレントマジョリティ。おはようございます。朝はねアルゼンチンなんでマテを飲むことから始まります。それとねこのみかんとねでかいリンゴは昨日八百屋さんでね傷んでるやつをもらいました。アホかって感じですよね。何でもかんでもパンパン捨てやがって、傷んでるところをパッてナイフで切ってらそれでおしまい。食べることができるっていうとそんな傷んでなくない？これとかここスパッて切ったらいいだけ。おはようございます。現在朝のね8時、朝の8時から街歩き。朝の8時から何するのと思うけど、とりあえず今日はシウダ・デ・レステに行きます。シウダ・デ・レステはパラグアイになるんですよ。パラグアイ、ブラジル、アルゼンチンの国境の街なんで簡単にブラジルとかパラグアイとか行けちゃうんですよね。ということで今日はとりあえず一旦パラグアイのシウダ・デ・レステっていう東京の秋葉原みたいな街があって、そこに行ってそこを説明して、明日はちょっとねイグアスのね街歩きをしたいと思ってます。プエルトイグアスのね街のねセントラの様子はこんな感じの雰囲気なんですけど、明日ねちょっとゆっくり見せますわ。はい、バスターミナル到着。意外にも大きいですね。で朝の6時半、7時半、8時半みたいな感じの1時間刻みでバスがね運行しているようなんで、シウダ・デ・レステまで15分でね手続き済ませて乗りたいと思います。やっべ全部のねところにね質問したらあと6分しかない。8時半まで、とりあえずねやっぱりねみんな言うように10ミルペソスは行き帰りまさかのね20ミルところっていうところがあったら16ミルっていうところもあるんですよ。じゃあイダイボエルタ買おうかなと思って。でもイダイボエルタだったら出発が朝の9時になるんで30分ちょっとね無駄にしてしまうって感じなんかな。やっべえ、切符買うところで8時半出発のやつがあったんですよ。でイダイボエルタ16ミルでこれちょうどいいやんと思って、でもおっちゃんとなんか長話になってカード使えんみたいな。マジかよ、カード使えんのかよって、それはちょっときついってなって、でドルで払うことができるってなって、簡単な会話なんですけどなんか噛み合わんのっすよね。これお釣りこの金額でええんやなみたいな、でおっちゃんお釣り持ってるよって言うんですよ。お釣り持ってるみたいな、お釣りほんでこの金額って。で僕が20ドル出したらなんかもう最終的にお釣り持ってないとか言い出すし、で20ドル折りたたんでるやつはこれ汚いから無理みたいな。で別の出したらうわこれシミがあるから無理みたいな。そんな感じでやりとりしちゃったらもちろん5分10分経つじゃないですか。で最後の最後でおばちゃんかなんか横から入ってきてなんか会話し始めて、で僕の
8時半昨日バス逃しました。ということでもう別のところでね購入します。チケット無事に購入。いや思った以上に簡単だった。なんか別にパスポートとかそんなんもいらんかったし、で8000ペソ、安いな。8時45分出発です。ポードイグマスまでの方がね近いんですけど、ポードイグマスだったら24ミルペソなんですよね。イダイブエルタで、パラグアイのシウダデレスだったら16ミルペソなんですよ。イダイブエルタ。まさかの近い方が高いっていう意味わからんですよね。国境をねめっちゃまたぐじゃないですか。アルゼンチンの出国の審査とか、ブラジルの入国審査、パラグアイの入国審査とか、そのあたりもうどうするのかわからんけども、聞いたら面白くないんで、もう聞かずにどうなるかねちょっと楽しみにしておきます。これも旅の一環。たかがよちょっと安いぐらいでエネルギーかなり使ったわ。まあでもねこれも大切、積み重ねがほんまに大切なんでね。クッキー食べよう。拾ったやつ。到着したシウダーデレステ大都会。まあね2回目なんですけどね来るの。以前ねパラグアイの女子とねパラグアイ旅した時にシウダーデレステ寄ってます。まあその時のね動画もねちょっとね見てもらえたらね、シウダーデレステのね雰囲気とかもねつかめると思います。今日は今日でねまたねちょっとね動画撮影したいなって考えてるんですよ。でまあ手続きね簡単でした。パッと降りてアルゼンチンの出国を済ませてもうほんま5分ぐらい、特に質問はなかったけどね、入国スタンプとかそういう入国の手続きがなかったんですよ。なんか田舎小僧がね東京に来たような気分ですわ。とりあえず今日のミッションとしては iPhone の修理とか AirPods の修理とか、あとねズボンがボロボロなんでズボンをとにかくね購入したい。それが今日のミッション。あとね美味しいもの食べたいなみたいな。現在ね朝の10時20分です。1時間15分ぐらいでしたね、ここまで来るの。エスパニョールだけでなくポルトガル語とかグアラニ語とかいろいろ聞こえてくるわ。たまにありがとうって聞こえてくるでね何円って聞き返したらブラジルレアルで帰ってきたり、もうね楽しいですね。ぐちゃぐちゃな感じが。なかなかいい感じのズボンを見つけました。100レアル、微妙高い。日本人やからってね勝手に金持ってるってね勘違いされても困るんよ。 iPhone の修理ね$55です言われた、けど$40に負けるって最終的にもう行くわ言うたらそんな感じですね。服とかも最初ね高い値段言って後からねもう行くわ言うたら値段下がるパターン。80やるらしいですこれが、一応こういう iPhone のねカバー探してるんですけど、もうなんかどうでもよくなってきた。開始30分でもうヘトヘトなんやけど疲れたマジで。イヤホン買いたいというか直したいけど、イヤホン正直使わんのよな。バス乗らんから、基本的にヒッチハイクで移動するから。 iPhone のね画面の修理も$40言われたんですよ。微妙って感じなんですよね。$40か直す必要あるんかなみたいな。別に画面壊れてるだけで使おうと思ったら iPhone 使えるし、こんだけ拾ったんやけどもうこんだけあったらトラップに見えてくるなマジで。バス代片道元取ったんじゃん。AirPods くれ言われたら AirDots 出されました。なんか国境から遠ざかるにつれて値段が若干安くなっているような気がする。そしてね可愛い子もねちょっとずつね増えているような気がする。活気がすごいんよほんま。シウダーデレステでレアルでね払っていいかって聞いたら、レアルもね細かいお金なかったんですよブラジルの。で結局ねアボカドなんですけど2レアルにもう単位がいろいろあってねお金の種類もいっぱいあってややこしいですね。2レアルで買いました。ほんまは 2.5 レアルなんですけど2レアルに負けてくれました。正直にいやもうこのお金持ってないよって言ったらねちょっとね融通は効きますよここ。こんなね綺麗なショッピングセンターでもねでかい綺麗なショッピングセンターでもねエスカレーター動いてないですからね歩いてますもん。今日はね自分へのご褒美としてちょっとおしゃれなねブッフェに来ました。一人でです。まあ食べ物が美味しいんでねもう一人でもね二人でも三人でも関係ない。調味料には味の素も揃ってるよ。第一印象としてお店の雰囲気は100点満点中90点くらい。続いて食べ物の雰囲気は肉系は雰囲気的に結構美味しそうやけど海鮮系が全くない。まあ個人的に80点くらいかな。基本的にブッフェでは米を取らずになるべくパスタを取るようにしています。パスタは米と比べて無限に食べることができる。
肉がほろほろにとろけてね、超うまい。マジでうまいです。自分がブッフェに行ったら確実に元取りますからね。甘いデザートを食べ終わった後にもう一度しょっぱいものを少しだけ取って食べるトモソーヤ流。全然おもろないプリンの乗せ方してもうた。締めの麺類ですよね、やっぱり日本人は。現在夜の9時。疲れた。部屋の感じね、部屋の雰囲気こんな感じです。だいたいね2万歩ぐらいですね、歩いたの。なんか歩き疲れたっていうよりかは食いすぎて消化にかなりエネルギー使ってる感じだから、今ちょっと疲れてる。ちなみにキッチンはこんな感じです。あそこでねお湯を沸かして、今はねコーヒー飲みながら動画編集をしています。そしてあそこで先ほどね服とかズボンとかパンツとかを洗ってここに乾かしております。ちなみになんやけど、これ拾ったやつなんで、一応ね外装洗って乾かしてます、一応ね。でトマトはこれはねルームメイトからもらいました。これはヒッチハイクしてる時にもらいました。もう基本ねもらってばっかり。現在ね夕方4時半。そろそろね動画編集を終えて出発したいと思います。久しぶりのねいい天気なんで夕日とかも綺麗かもしれませんね。でかい蜂のブレイクダンス。景色を見たいということで現在ね散歩しています。ボランティアボルンタリアでやってる男の子がおって、一緒のルームメイトのその子掃除とかそういうのじゃなくて3時間か4時間かな、夜中入り口のところで座るみたいな、見張り役みたいな、見張り役いるみたいって思うけど、めっちゃ安全じゃない場所やから一応なんか見張り役を宿はつけてるらしい。で彼はその見張り役夕方寝て夜起きて夜中ただ座っとくだけっていうボランティア。どうでもいいけど札幌来るラベル思い出す。ちなみにプエルトイグアスのイグアスはグアラニ語でたくさんの水っていう意味。以前パラグアイ人から習った。こんな感じでね路上でねアクセサリー販売してるとかおって、まあ結構いい感じだったんでちょっと見てみたらいろいろ教えてくれました。ナチュラルだよって。でおっちゃんもね普段はジャングルに住んでるからみたいな、オリジナルだから安いよって言ってて、1つ DS ミルなんですよ。で3つでベインってミルなんですよ。いや安いんかなとかなんか思いながら、まあそれぐらいの金額なんかなとか考えながらちょっと買えんかな。到着。なんかバスが結構止まってるんでやや観光地してるような場所かもしれません。おお、ここを渡りきる15秒間だけこの前のシウダーデレッセに戻った気分と言っても過言ではない。さすが観光地やな。シウダーデレッセで自分がねちょっとね買いたいなと思ったズボン約2倍以上の金額で売っとるわ。はい、この場所はパラグアイとアルゼンチンとブラジルの3つの国境が接しているような場所です。コンドームのカスばっかり落ちてるやんけ。この石にどういう意味があるかが全然わからんだけど、この真ん中のマーク、これフリーメイトンっぽいですよね、このマーク。まあこういう感じのね風景をね見ることができるような場所なんですけど、このねラス・マルビナス島アルケンティーナスって書かれてて、マルビナス島っていうのがあって、そこはね実際はアルゼンチン人じゃなくてイギリス人が今ねたくさん住んでるみたいです。ちなみにね現在僕らがいる場所が、僕ら言うたけど僕だけですけどね、僕いる場所がアルゼンチンで、川を挟んで左側がパラグアイ、川を挟んで右側がブラジルになります。あんな感じでね小さな船でね車を運んで国境を渡ってるよ。ここはイグアスです。さらに上に登ってみても景色は同じ。そして船が消えてジェットスキーしてる人がたくさん増えました。でこれね靴片っぽだけね落としてねもう諦めたんだろうな。こんな感じに、ね、なってて乗り越えることができないんで、このたくさんのカラフルなショップが観光地を演出していると言っても過言ではない。ハープの音色と鳥のね鳴き声がねすごく心地よい。ブレスレットを売りに来た女性の方、まさかのこれ一つミルペソらしい。安いね。
アルゼンチンでミルペソのブレスレットってね安いと思うよ。ただねちょっとねサイズが合わんかったりデザインがねちょっと自分と合わんかったりしてちょっとね購入しませんでした。プラササンマルティン広場、木曜日ですがこんな感じでバザーが出ています。猿好きの中内先輩におすすめしたいお店やな。お猿さんばっかり。所要時間2分、なかなか楽しめました。さすがプエルトイグアスの滝があって大観光スポットみたいな感じなんで、夜もね街の中はね賑わってます。アルゼンチン人を含め欧米人観光客でね賑わっているよ。そしてねこのお店一瞬ラブホテルに見えたわ。酒パスタミラネーサピッツァエンパナーダカルネアサードって感じの雰囲気かな。ちょっとはっちゃけたモナリザぐるっと回って向こうでねライブしています。まあたまにねポルトガル語が見えたりするよ。もちろんブラジル人観光客とかも多いんで、完全にこの場所はブラジル人観光客ターゲットやな。トイレの表記もブラジルレアル、しかもシンゴレアルって150円ぐらい。ただトイレ入るだけ高すぎやろ。夜で歩いたらわかる。プエルトイグアスすごい観光地。これがアルゼンチンでいうファクトゥーラと呼ばれるやつです。甘いパンね、甘いお菓子とか。安いパン購入5つで1200ペソ。晩ご飯は購入した安いパンを使ってサンドイッチを作るよ。トマトとかマヨネーズいつから使ってるかわからんもん。こういうマヨネーズシウダーデルエステで2レアルで購入したアボカドでかい。このはみ出る現象なんとかしてほしいよな、サンドイッチの。そしてアボカド落ちるっていうね。おはようございます。朝はねマテを飲むことから始まりますよ。とりあえずね天気めっちゃ悪いんで全然ね洗濯物乾かんし、靴も乾かんのが痛いな。さらにずっとね歩き続けたりしてるんでね足のね指が痛いんですよね、地味に。困った。地味にねきつい状況が。一応昨日お金払って延泊するようにはしたんで、今日も一応ね泊まります。1泊7000ペソ安ないで、僕初日は3日分払ったんですよ。それはなんかドルで払って6ドルみたいな感じだった。アルゼンチンペソで払った方が安いんか、その辺よく分からんけど。ちなみにプエルトイグアスなんですけど、こんな感じでね夜道一人で歩いても特に問題なさそうですね。セントロから歩いて5分10分ぐらいの場所かな。でもうちょっと離れたらちょっとねなんか薬中の人がおったりとか普通にホームレスおったりとか、そういう感じの街なんですけど、そんなに危なくはないです。こんな感じの夜道の雰囲気ですけど、特に問題なし、特に異常なし。もう一回言うけど異常なし。買い物を終えて帰ってきたんですけど、これね500ペソ。この袋トマトちょっとね汚いっちゃ汚いけど、こんだけ入って500ペソ安すぎん？マジで心配になってくるわと思ったら、こうやってね緑のやつとかあるけど、結構ねじゃがいもの緑のやつは気をつけた方がいいですよ。この緑のやつ毒素なんで。ギター弾いてとか頼んでないよ。ちなみにこれはねオリジナルなんですけど、マテを飲むときにコーヒーを入れるのがトモソーヤ流。部屋自体は2段ベッド1つとシングルベッド2つのベッドが4つの感じ。ゆっくりするのもいいけど、たまには散歩ということでちょっとね外を歩きます。昨日ねキッチン大混雑。僕が料理してたらセニョールが来て、女の子来て、その後またセニョールが来て、カップルが来てみたいな、みんななんか料理しだしてもう大混雑でした。そんな感じですね。でね、とりあえずねドイツ人とかスペイン人とかボリビア人とかいろんな人と昨日ね話したんですけど、ヨーロッパ人らもアルゼンチンの物価そんな安くないって言ってた。スペインと比べたら交通費とかスペインの方が安いし、スーパーマーケットとかもスペインの方が安いみたいな、レストランは同じぐらいかなみたいな感じのことを言ってましたね。なんかちょっと安心したわ。いつかヨーロッパもね旅したいなって考えてるんで。それにしてもワインはやっぱアルゼンチン安いっすね。
ちょっとおしゃれな雰囲気になってきた。こんな感じで街歩きしてますけれども、ちなみにレストランの物価はこんな感じですね。ピザ一番安いやつで13,000ペソ、そしてサンドイッチハンバーガーコンプレートで1万ペソって感じ。安い日替わりメニューでも1万ペソしちゃうんだよね。マテ専門のお店があるんで、ここに入ってみたいと思います。ちなみにお店の中はこんな感じの雰囲気で、マテの試飲をすることができます。ジェルバマテのアイスみたいなのがあったんですよ。ちょっと食べたいなと思ったけどね、お店結構ね混雑してたし、お店の人も忙しそうだったんで、僕のね陰キャラ発動してちょっとね話しかけることできなかったです。マテ飲むのが好きな人とか、初めてマテ飲みたいっていう方は、こんにちはああいう店おすすめしますよ。なんかいろんなお土産物とかグッズ、ワインいろいろ売ってて華やかな街並みや。周りには大自然もあるし、ハードロックカフェとかもあるよ。結論、観光地ですレストランとかバーとかめっちゃ高いけど、スーパーマーケットとか行ったら選んだら安くね手に入るものとかあるんで、まあもちろんブラジルよりかはちょっと高いかな。ウルグアイよりかは全然安いって感じ。こういうお土産チックのお店の方が意外とねスーパーマーケットより安かった。ということでジェルバマテ購入 500g、 これで1800ペソです。こんな感じのお店、意外ですね。まあなんかお土産屋さん現金で払ったら何%オフとかそういうのがあって、全然スーパーマーケットより安かった。しかも表示の金額もスーパーマーケットより安かったからの 15% オフだったんでね、ありがとうございます。あと14,100ペソあるんで、カレーライスに使うね野菜購入して、赤ワインね買って、まあそれでおしまいかな。次ブラジルに行くんですけど、バス代金はまさかのブラジルレアルで払った方が多分安いんですよ。なんで残しといてよかった。ブラジルレアル使ってバス代金払おうかなって考えてます。ちゃんと考えてるでしょ。もうね細かい金のことになったらね、僕ねめっちゃ考えますよ。とりあえず損したくないんで1円でも。嘘やろ。たまたまゴミ捨てた時にチラッと目に入ったんやけど、これ見て、カードがめっちゃあるんよ。まさかのデュエルマスターズカード懐かしすぎやろ。ちゃんとこれエスパニョールバージョンですね。懐かしい。しかもデーモンハンドあるし、これは強いぞ。ソーラーレイ、ゼリーワームからのハウスワームですよね。知ってる人ならわかる。これマグネットなんとかってやつ。ダークレイク、アクアシューター。これもし宿でね日本人おったらこれ使って遊べますねしょうもな。もうねめっちゃしょうもない。これほんまにガチなんですけど、昨日ちょうど友達と、もしね僕が日本帰ったらデュエルマスターズのカードで遊ぼうっていう話をしてたんですよ。マジでちょうどねデーモンハンド強いんで、デーモンハンドだけちょっとね持って帰ろうかなあとは全部捨てて。せっかくなんで赤ワイン買ってみようか。2100ペソ。赤ワインとアボカド購入したんですけど、ドスミル500言われたんですよ。で2500ペソで、2400ペソしかなかった。別にそれでいいよみたいな、そんな感じっすね。ラテンアメリカちょっと寒い時期になってきたからかな、アボカドがすごいね最近安く感じる。サイズ感も結構いいしね。宿に戻ってきました。女の子もおそらく同じ宿のヨーロッパ人だろう。なんだかんだ今日購入したのはこんだけ。Biblia, Sí. cristianismo, visiones cristianas. Entonces, muchas veces los europeos creían que aquí había mucho oro. やばい、僕普通にねここでね料理してるんですけど、だんだんとね陽キャラの集まりになってきました。こんな感じであっちはあっちでカルネアサード作ってるし、おっちゃんはおっちゃんで僕にねワインおごってくれたし、陽キャラの集まりやで。安宿あるあるなんですけど、頼んでもないけど誰かがギターを弾き出すっていう、これ安宿あるあるです酔っ払ったもんね、ビールのワイン飲んで。これ安宿あるあるです。みんな歌い出すけど全くね曲わからんし歌詞もわからんっていうね、当てずっぽうでね、これアルゼンチンの曲
絶対まあ当たるだろうと思って会話しようと思って聞いたら、まさかの9番の曲っていう外した。とりあえずね、野菜全部切り終わりました。準備は整った。そしてね、赤ワインね、おかわりさせてもらいましたよ。相変わらずのカルネアサードですね。アルゼンチン、ザ・アルゼンチンって感じっすわ。マジで安宿はね、こんな感じでね、みんなワイワイっていう雰囲気ですよ。普通に作りすぎてる。だって僕の腕こんな感じやもん。3時間がやばい。でさっきね、男の子から「お前1週間分の料理作ってどうするんだ」言われたんですけど、僕は2日分ですって答えた。陽キャの仲間入りしました。morir, me tiro por aquí. Yo te Plan, qué mal hablas, tal, y como que... Yo hablo francés y, No te da y ahora sí le decía, excusez-moi, je suis bien. やばい、ほんまにね、バカみたいに作りすぎたんですけど、ご飯もね、白ご飯もこんなにあるんですよ。これぎゅうぎゅう詰めですからね。でカレーライス、カレーこんなにある。やばい、普通にアホ。さすがに夜中の1時になったんでね、みんな寝ましたわ。そんでもってね、片付けていけよちょっと片付けていくか。それにしても自分が買ったね、クソ安いね、赤ワインね、生きたわこれ。よかった、買ってよかった。みんなでね、楽しく飲むことができました。おはようございます。とにかくカレーが余ってるんでね、まだこんだけある。こんだけ持ち運ばなあかん今日。とりあえずね、見せますわ、今から食べるカレーの量を。とりあえず2日連続カレーは当たり前ですよね。まあ朝からこんだけね、カレーがっつりいっちゃいます。持ち運び用のゆで卵とゆでじゃがいも、もうね、たくさんね、食い物があるわ今もうね、ほぼほぼ強制的にね、おかわりしちゃったよ。さあ次の旅に向けて出発しますか。バイバイミレーナ。チャオ。一緒に行きましょう。バイバイ。旅あるある、道中で絶対にいらないものをもらう。ということでね、とりあえずね、サンタテレサニージャデイタイプかな、もう発音わからないんですけど、やってきました。ここからね、また僕のね、長いね、旅が始まります。長い節約旅。基本的にヒッチハイクで移動、宿を使わずに寝るみたいな感じの旅がね、始まります。プエルトリバスからはバスに乗ってここまで来ました。バスはね、30レアルでしたね。まあ切符買う場所によってもね、値段ちゃうんですけど、僕が買った場所は30レアルで、ブラジルレアルで払った方が安かったですね、アルゼンチンベースより。ブラジル側の入国審査、もう特に質問なかったんですよ。まあでも僕らがこうやって手続きしてる間にもうバスは去っていくみたいな。でもバスのおっちゃんが同じバスの会社で切符見せたら乗れるからって言ってくれて、まあ一応切符見せてバスの乗り換えをしました。でバスターミナルに降ろしてもらって、このバスターミナルからちょっと別のねコレクティブを乗ってここまで来たかなって感じです。でここから多分4キロ歩いて料金所の近くまで行って、そこからヒッチハイクする予定。まあ節約旅なんでね、落ちてるもんとかでもほんまに食べれそうなものがあったら拾って食べていかないとね、こうやって節約はしていくもんです。それにしてもね、もうね、食い物ばっかりでね、めちゃめちゃ重たい荷物。カレーライスがいっぱいあるよ。焼きそば専門店ですか。さすがに自分はこの場所は選ばんわ。これは大胆すぎるやろ。もっと隠れた場所を選ぶな、テントを使うなら。まあそんな感じで、とりあえずね、ヒッチハイクポイントまで歩いて向かいます。ヒッチハイクはね、いっぱい歩くんですよ。重たい荷物持ってめっちゃ歩いたけど、まだね 2km 歩いて、見えるかな、あそこにね料金所があるんですよ。あそこまで歩かなあかん。どきつい坂見えるかな。グアラプアバっていうところまで行きたい。 351km、 明日たどり着けるかな。そんなこんなんで料金所到着。料金所でね車がね止まるんで、それを狙って料金所のね後でヒッチハイクをする作戦。何時間かかるかな。もうね暗くなってきてるんでね、
もうヒッチハイクには向いてない時間。きつい。約1時間頑張ったけど無理でした。さすがにこんだけ暗くなったらねきついっす。人間諦めは肝心ってことで諦めましょう。ここからはねちょっとね寝るところを探さなければいけません。マジで終わってる。 Google マップにはガソリンスタンドって書いてあるのにガソリンスタンドないってことでマジで寝る場所がない。これはマジで探さなあかんな。しんどい。やばい、ほんまにめっちゃ体力使った。とりあえずねめっちゃ歩いた。で小さいね民家みたいなところがあったんでほんまに小さい。そこ入っておっちゃんにちょっと質問したらもう俺んち来い言うてくれて今彼の家にいます。おっちゃんもびっくりしただろうな。急にこんな田舎にでっかいリュック持ったアジア人が現れたら、でなんかもご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 ようわからんポルトガル語喋んよるしみたいなね。さあ今日の晩ご飯は何かな。もちろんカレーライスです。テント設置完了。現在8時半。やることなし、インターネットもなし。おはようございます。マジでね優しいおっちゃんでよかった。昨日結構積んでましたからね。あらかじめ調べとったガソリンスタンドなかったし、街が小さすぎてこれやばいんちゃうかと思ったけど、まあ余裕でオッケー言ってくれたってことでね、だいぶ快適に寝ることができました。携帯の充電も今させてもらってるし、ああいうね廃墟のような場所でもテント使って寝ることができますね。こんな感じの小さな村です。ドーム状の自動車の整備の工場みたいなところに住んでた。家っていうかはその一角隅っこに木で壁作って冷蔵庫とか椅子とか置いて住んでるっていう感じ。電気もあるし住めるだろうなっていう感じやな。そう考えたら日本でなんか3000万4000万払って家買うのアホらしくなってくるな。こんな簡単に住むことできるんやみたいな、家作ってみたいなね。車はガンガン来るんやけどなかなか難しいですねこの場所。ちょうど100キロぐらい移動できました。サンタテレサドエステ面白いな。実はね一回ブラジル入国したことがあって、その時も同じ場所でヒッチハイクして料金所の手前同じ場所で今降ってる。超偶然。サンタテレサドエステ、前回もねサンタテレサドエステで降りたんですよ。ブラジル美女です。前回はねキャンピングカーがヒッチハイクね車乗せてくれて、スウェーデン人の家族でその家族日本にも行ったことがあるって言って日本の話とか結構してくれましたね。キャンピングカーだったんでねすごい心地よかった。男の子と女の子とおっちゃんとみたいな。福井県から愛媛県まで自転車でこいだ言うてたわ。嘘ではないって言ったな。自転車借りてというか自転車買ったって言ったんかな。買って瀬戸内海橋渡ったよって子供がめっちゃ自慢してきた。いやいや遠すぎだろうって思ったけど、でそのキャンピングカーから降りるときにおっちゃんがビールプレゼントしてくれたんですよね。この場所で降りて速攻ビール飲んで、プハーさあ寝る場所探すかみたいな感じ。まあヒッチハイクしてたらいろんな思い出がありますよ。現在昼の1時、こんな感じでねだんだんと荷物が減っていきます。食べ物を食べることによって。ガソリンスタンドでねちょっと休憩しているよ Wi-Fi 使いながら。ラテンアメリカの人らは彼のことをねサルチーチャと呼んでます。サルチーチャはねソーセージのことなんですよ。形が似てるからかな。うんこしたいけど鍵かけれんし、これも海外あるあるなのか。念のためね携帯の充電もねここでやっときますわ。いつ次ね充電できるかどうかわからんし。次はねこの場所でヒッチハイクしてるんですけど、結構ねこの場所も車ガンガン来ますね。風圧がすごいでね、こっちからのね車もね狙うことができる。なかなかきついね。バイバイ、ありがとう。いやー一番困るよな。街のど真ん中の中途半端なところで降ろされるっていうね一番困るパターン。6キロでこのカスカベルっていうでかい都市の出口まで行って、そこからねまたヒッチハイク開始。もうそれだけしんどい。
プレイウーマン、なかなか大胆なネーミングやな。しんどすぎ。もうね誰も歩いてないんよこの道。いるのはね馬と牛だけ。1時間半歩いてやっとヒッチハイクする場所たどり着いた。この暑さといい重たい荷物といいしんどすぎる。今日は2時間頑張ったけど無理、もう無理無理無理。ちょっとどっかに移動。いやーしんどいっすね本当に。どうしましょう。地盤沈下でも起こったんか。マジでありがとうございます。本当に信じられないことが起こっています。私は今ブッフェを食べています。マジでびっくりすることが起きました。これ無料です。肉うまー。旅はねやっぱり出会いですよ。うまい。もちろんおかわりしちゃいますよね。焼きそば、焼きそばうまい。3杯目おかわりしちゃいました。焼きそば大好きすぎる。締めのサラダと卵、そしてご飯だけじゃなくて寝る場所も用意してくれたんだな。本日の宿はこんな感じ。コンセントがあって携帯の充電もできるし、なかなか素晴らしい。一番いい感じの朝日がこんな感じでね入ってね、いい感じに起こしてくれるやつ。さあ今日もヒッチハイク開始しましょうか。こんな感じですね。ガソリンスタンドが向こうにあって、その近くの廃墟止まってました。今回はねガソリンスタンドのほんまにね出口できってないところ、出口のねような場所でねチャレンジしてみますわ。さあ何時間かかるかな。やっぱりね出会いと運ですよ旅は。本当に従業員の人らがあっちに日本人おるからちょっとお前話せみたいな感じで言ってきて、そうなんやと思って、でちょっと話したら日本人のおじいちゃんだって、日系人、お父さんお母さんはブラジル人でおじいちゃんが日本人って言ったかな。日系人の方だってちらほらコミュニケーションとっていろいろ話していろいろ教えてもらって、で最後の最後に従業員の方らに聞いたんですよ。もうテントとか使ってこの近くで寝ていいかみたいな感じで、従業員らがいやその日本人に聞けよみたいな、お前日本人だろみたいな感じで言われて、と思って。ほんでおっちゃんがまさかのガソリンスタンドのマネージャーだったらしくて、この都市の近くのガソリンスタンドいくつか持ってるみたいで、マジでって、寝る場所教えてもらって、テントここだったら全然使えるよみたいな、屋根もあるしってだけじゃなくて、まさかのブッフェもおごってもらいました。本当に大感謝ですね。マジで腹いっぱい食えたし、寝ることもできたしみたいな。昨日は2時間待っても誰も乗せてくれませんでした。今日は1時間半経過しました。これが新日の国ブラジルです。ちょっと大胆かもしれんけど、この場所で1時間ぐらい試してみようかな。運転手野草しに行った。おもろいな。もうねプエルトイグアスからね一緒に旅してね、アボカドもねじゃがいももねむっちゃくちゃ。卵とアボカドがあれば間違いなし。ヒッチハイクが難しい時間帯になってきたよ。最終ヒッチハイク成功して、でおっちゃんがね家招待してくれたというか、もう適当にこの辺にもテント張っていいからって言ってくれた。ありがたいな。確かにもうこの時間になったらヒッチハイクも絶対無理やし。Muito campo, muito campo. Bastante. Muito bonito. Bonita naturaleza. 1台目でヒッチハイク成功した。さすが田舎クオリティやな。1分30秒ぐらい。みかんいただきましたよ。ただでオブリガード、ムイトオブリガード。とにかく歩くんで荷物のこともね重さも考えないといけないんですよ。
なんでね、あんまり買いすぎないっていうのも一応意識はしてますね。どこでね、人からねもらえるかもわからんし、結構ねいろんなものもらえることがね多いんでね。それにしてもね、超田舎でマジでこんなところ、日本人在住の日本人旅行者でここ来る人初めてだろうな。ワラプアバっていう超マイナーな都市のさらに山に上がっていったところ、バスとかも多分ないんちゃう、知らんけど、まあこれが旅なんじゃないですか。こっからね残り 15km。 Muito gracias, obrigado。 よし、残り 3km 歩けるぞ。3kmだったら。景色暇すぎてきっつ。到着。第一印象、思った以上にちゃんとしている場所。その待てのマステって言って断る人0人説。ビデオMuito prazer。入場料無料でぐるっとね一応コースになってるような感じですね。でね、受付のねお姉さん、警察官かな、めちゃ優しかった。待て飲ませてくれたし、すごいいろんなこと説明してくれたし、インスタグラム教えろ言われて、でインスタグラム交換したんですよ。そしたらまさかのそのおばちゃんじゃなくて、その横におったおばちゃんのインスタグラムだった。到着しました。サルトサンフランシスコ、こんな感じ。おー、壮大すぎるやんけ。華厳の滝と同じぐらい壮大ですね。自然とね、うおーって言ってしまった。おー、素晴らしい、最高、独り占め。いつの間にか滝の近くまで来ていました。2つ目の滝も見てみましょう。今度の滝は一直線じゃなくて若干の広範囲の滝でございます。なかなか素晴らしい。ブラジルから安心してください、入ってますよ。本日のサンドウィッチはトマトとモルタデーラを乗せてみた。眉もちろんコーヒーとの相性も抜群。動画ご視聴ありがとうございました。てな感じですね。まあ何が言いたいかっていうと、お金を払ってイグアスの滝みたいな綺麗な滝ね見に行くもね、それはそれでねすごいいいと思います。でもお金を払わずにこういうね誰も行かないような超マイナーな場所に行って、道中でどういう人に出会ってどういうことが起こって、たまにはいいことがあるし、たまにはね悪いこともあるしみたいな、まあ言ったらちょっと冒険チックなこと、そういうのを味わうのも楽しいと思います。まあね、旅に時間がある人限ると思いますけどね。まあとにかくブラジルね滝ものすごく多いっすわ。今回の滝もね来てよかった、本当に。まあ来るのに関してはね結構大変だったんですけど、重たい荷物背負ってね結構歩くこともあるし、ヒッチハイクで車待たなあかんし、まあ次の動画からねまた再びブラジル編動画始まります。ブラジルの再生リストもね見てもらえたら、ブラジルのね動画とかもね入ってるんで、そっち見てもらえたらと思います。まあそれより今2時半なんですけど、今日どこに泊まろう、てかどうやって帰ろう、てか逆行。そして一眠りした後に入場口へ戻ると、菓子パンとコーヒーをプレゼントしてくれただけではなく、街まで送っていただき超ラッキー万歳ともそうや。そしてもちろん今日も安定の寝心地のいい5つ星ホテル。次回ともそやチャンネル、中南米屈指のビッグシティブラジルのサンパウロに上陸。この広い大都会を3日間でどれだけ回りきれるのか。そして治安が悪いと言われる夜の様子だけではなく、日系人がわんさか歩いている世界一の日本人街の様子も紹介。サンパウロとにかく広い。